こんにちは。新食系 VTuber のやしろましろです。どうぞよろしく。この動画では縄文時代から古墳時代までの神道史について説明をしています。動画の構成としては、まず小学校や中学校程度の日本史の大枠を話して、その次にその時代の宗教のお話、特に神道に関わりのある部分について説明をします。で、理解度を確認するため最後に要点のクイズをするという順番になっております。神道史について何から学べばいいかわかんないなーっていう人の取っかかりになればいいなと思っております。それでは早速参りましょう。1分で振り返る縄文時代。まずは簡単な縄文時代の説明から。約1万2000年前、人々が縄文土器を作り始めました。おそらく木の実を煮て食べるための容器として考えられたものであり、その起源は世界的に見ても非常に古いものです。人々は水辺の近くに集落を作り、竪穴住居に住みました。農耕はまだ発達しておりません。ただ、植物の栽培自体は始まっていました。この頃には海面が上昇し、入り江がたくさんできていたので、そのおかげでたくさんの魚や貝が取れるようになっていて、水辺には食べ物の残りかすなどを捨てるための貝塚ができていました。丸木舟も各地で発見されていまして、伊豆大島や八丈島にも跡が見えるので、その当時の人が航海術を持っていたことも分かっています。集落はおよそ30人くらい。ここまでがざっくりとした縄文時代の説明です。さて、この頃の信仰文化といえば、おそらく霊の災いを防ぐためと思われる屈葬という埋葬方法が行われていました。また、成人の通過儀礼として抜歯をする風習がありました。女性をかたどった土偶や男性器を模したであろう石棒が作られました。これらは豊かな収穫を祈るために作られたと考えられています。また、集落には環状列石という石を放射状に並べたものもありました。これは時間や季節の変化を知るためや祖霊崇拝の場所だったと考えられています。しかし、これらの遺跡や遺物は弥生時代になるとあんまり見られなくなります。この縄文時代の信仰と文化が次の時代にどのようにつながったのかはまだはっきりと分かってはおりません。一口に縄文時代といっても1万年以上の長さがありますから、分かっていないことも多いんです。ただ、この縄文時代の人々と大陸から移住してきた人々が混ざり合って、長い時間をかけて共通の文化や言葉が日本列島に広がっていきました。ここで振り返りクイズ。先ほど出てきた土偶ですが、何をかたどったものでしょうか？正解は女性です。ちなみに男性器を模したであろう石棒と合わせて、豊かな収穫を祈るために作られたのだろうと言われています。次は弥生時代です。ざっくり振り返る弥生時代。紀元前5世紀頃、大陸から移住してきた人々が九州北部に稲作や金属器の技術を伝えました。その後、紀元前4世紀初めには、西日本で稲作を中心とする弥生文化が生まれ、次第に東日本にも広がりました。この時代を弥生時代と呼んで、3世紀頃まで続きます。大陸から伝わったものとして、稲作、青銅器や鉄器などの金属器、機織り技術などがあります。この時代に作られる弥生土器は縄文土器よりも高温で焼かれていまして、丈夫で耐久性の高い土器でした。人々は水田のそばに村を作って住んで、収穫物がネズミや湿気にやられないよう高床倉庫を作りました。稲作が盛んになったことで社会の仕組みがガラッと変わりました。小さな国々ができて、豪族と呼ばれる有力者や王様が現れました。一方、その頃中国では統一国家の漢ができていました。中国の前漢時代の歴史書、漢書地理史には、紀元前1世紀頃には100余りの国があって、朝鮮半島の落老軍を通じて漢に使者を送る国もあったと記されています。また、後漢時代の歴史書、後漢書同意伝には、57年に倭の名の国の王が後漢に使者を送り、皇帝から金印を授けられたと記されています。江戸時代に福岡県で漢の倭の名の国王と刻まれた金印が発見されています。3世紀になると後漢は滅んで、三国時代、魏、蜀、
5となります。魏志倭人伝によりますと、邪馬台国の女王卑弥呼は祭司者として神の声を聞き、呪術を行い、30ほどの小国を従えていたこと、皇帝から真偽倭王という称号と金印を授けられたことなどが書かれています。ここまでが弥生時代のざっくりとした説明です。さて、この頃の信仰、文化といえば、稲作には共同作業が必要でリーダーが生まれました。統率する者が生まれたことで共同のお祭りも行うようになりました。豊かな収穫を祈願したり、その収穫に感謝したりするお祭りがあったと考えられます。そのお祭りで宝物として準備されたであろう青銅器祭器は大陸から伝わったものです。最初は武器として伝わっていましたが、日本では祭りのための祭器として徐々に象徴として使われるようになりました。また大陸から伝わった仏骨、仏甲という骨を焼いて神の意志を占うということも行われました。埋葬方法にも変化が見られます。共同墓地に埋められて、この頃から森土の墓も見られるようになります。縄文時代は屈葬でしたけれど、体全体を伸ばした状態で埋葬する神天葬が多く見られます。で、統率者が現れたということは身分の差があるということで、埋葬方法にも差が出てきます。弥生時代の後期には西日本を中心に諸国のを埋葬するためであろう大規模な墓が出現します。これらの信仰は後の神道の信仰に影響を与える要素でもございます。しかし、神道の信仰が全て弥生時代に始まったというわけでもございません。神社の原型、神道につながる要素の多くは次の古墳時代から奈良時代にかけて整えられたと言われております。ここで振り返りクイズ。この時代、稲作という共同作業を行うために指導者が生まれました。指導者は祭祀も行っていて人々を従えていました。中でも邪馬台国の女王卑弥呼は30ほどの小国を束ねていたようです。このことが記録されている書物の名前は三国志の何でしょうか？正解は魏志倭人伝です。真偽倭王という称号と金印や銅鏡を授けられたとされています。古墳時代、ざっくりとした古墳時代の振り返り。3世紀後半、奈良の盆地周辺地域に王を中心とした有力な豪族からなる強力な勢力、大和政権が生まれました。権力者の墓として古墳と呼ばれる大きな墳墓が作られました。土で作った大きな丘の上に古墳を建てて、中に様々な副葬品や埴輪が入れられておりました。大和政権の勢力が広がるにつれて、前方後円墳などの古墳が作られるようになりました。3世紀後半から6世紀末頃までを古墳時代と言います。その頃の中国では4世紀頃から国内が分裂し、5世紀から6世紀には南北に分かれて対立する南北朝時代となっていました。同じ頃、朝鮮半島では高句麗、百済、新羅の三国が激しく争っていました。大和政権は百済と茅地域と協力関係にありまして、この関係は高句麗の皇太后妃の碑文にも記されております。また、倭の豪王たちは朝鮮半島の軍事的指揮権を持つことを望んでいて、そのためには中国の皇帝に認めてもらう必要がありました。なので、倭の豪王たちは中国に使者を派遣して、皇帝に自らの倭の王としての地位や権限を認めてもらうように交渉をいたしました。当時、諸外国の権力者たちは中国の皇帝に貢ぎ物をして、皇帝側は確かに君主であると認めて返礼を与えるという朝貢という外交がありました。倭の王たちが朝貢したのも、皇帝の後ろ盾を得て自分たちの地位を固めようとしたからでございますね。倭の豪、三、陳、清、皇、武の5人の王の名前が伝わっております。三については、王神天皇、仁徳天皇、李重天皇を当てる説があり、陳については、仁徳天皇と韓正天皇を当てる説。清は、陰行天皇、皇は、安康天皇を当てる説があります。そして、武は、稲荷山古墳出土の鉄剣や
得た船山古墳出土の鉄塔に記されている大王と同一人物と考えられておりまして、それは有力天皇であるとされています。古墳時代の人々の生活ですが、朝鮮半島との交流で日本列島に渡ってきた人々、渡来人がおりました。日本の文化に大きな影響を与えていて、渡来人は知識や技術、文化など様々な分野で新しい要素をもたらしたと言われております。例えば農業技術、末木、鉄製の農具、上質な絹織物を作る技術、漢字の文字などが渡来人によってもたらされました。漢字が伝わったことによって使用が始まって、日本人の名前や地名などが書けるようになってきて、万葉仮名が始まりました。ここまでがざっくりとした古墳時代の振り返りです。ここで振り返り要点クイズ。稲荷山古墳出土の鉄剣や江田船山古墳出土の鉄塔に記されている若武大王と同一人物と考えられている天皇は？正解は有力天皇です。さて、この頃の信仰文化を前、中、後に分けて説明します。古墳時代前期。古墳に収められた副葬品には宗教的色彩が多くて、権力者たちは祭りを行う役割があったということが伺えます。このことから生活区域に豪族が祭りごとを行う場所があったと考えられます。中でも農耕に関する祭祀は非常に重要で、豊作を祈る春の記念の祭りや収穫に感謝する秋の新嘗の祭りは重要なものでございました。弥生時代に見られた青銅器祭器は見られなくなりましたけれど、銅鏡や武具、農工具などが重要な祭器であったようです。人々は稲作に関する神様の他に一族を守る神様を祀っていました。で、それに伴い国の起こりやこの時代の神話や伝承なども残されております。この頃の古墳として最も大きく、最も古く、最も重要な前方後円墳が奈良県の箸墓古墳です。そして近くの三輪山には大規模な遺跡、巻向遺跡があります。この巻向は農工具がほとんど出土せず、田畑の跡が確認されないことから、政治的に計画された都市として形成された可能性が説かれています。危機で、崇神天皇、水仁天皇、慶光天皇などの宮があったと記されている地域とも重なります。崇神天皇は危機より、古事記に、初国白獅子スメラミコト、日本書紀に初国白洲スメラミコトという記述があり、大和朝廷の始祖のような天皇であることが推測されます。この崇神天皇の御代、疫病が流行り占いをしたところ、大物主の神のただりだと分かり、三輪山に大物主の神を祀ったところ平穏が訪れたという大三輪神社創始の伝承が残されています。伊勢神宮の創始も崇神天皇と水仁天皇の御代と言われています。日本書紀に天照大神は雨の押しほ耳の御に宝鏡を授け、共に御床を同じくし、宮やらかを共にして祝いの鏡となすべしという同章経典の進捗のお話があります。しかし崇神天皇の御代に疫病が流行り、天皇の御殿で祀ってきた天照大神と大和大国玉の神の二柱を恐れて御殿の外に移しました。その後、水仁天皇の御代に天照大神は伊勢の五十鈴川のところに遷座したと言われています。そして水仁天皇の御代には出雲に神の宮を作らせたという記録があって、この頃に新しい造営がされたようです。ここで振り返り要点クイズ。古墳時代前期最古の前方後円墳は何古墳でしょうか？正解は奈良県の箸墓古墳です。続いての問題です。その箸墓古墳の近く、三輪山の北西に広がる大規模な遺跡は何遺跡でしょうか？正解は巻向遺跡です。続いての問題です。大三輪神社の創始はどの天皇の御代でしょうか？正解は崇神天皇です。続いての問題です。伊勢神宮の創始はどの天皇の御代でしょうか？ 2 名お答えください。正解は崇神天皇と水仁天皇です。
古墳時代中期。この頃の副葬品は鉄製の武具が増えてきます。最大規模の古墳はこの中期頃のものです。日本最大の古墳は大阪府の仁徳天皇陵で、エジプトのクフ王のピラミッド、中国の秦の始皇帝陵と並ぶ世界最大墳墓の一つと言われています。次は王神天皇陵です。またこの中期の5世紀頃には神社や神社で備えられる兵伯の原型が作られたと考えられています。補足するよ。古墳時代の中期の古墳からは前期からの宗教的色彩が強い副葬品の他に甲冑や鉄製農具などが出土しています。これは祭りを重視しつつ政権が軍事的な方向に傾いてきていることがわかります。そして甲冑などの他に糸を紡ぐ防水車や機織りの道具も出土しました。これらは当時大変貴重な品です。奈良時代に神器寮で規定された捧げ物や兵伯と共通するものがあって、後の神社で捧げられる兵伯の原型となったと考えられています。古墳時代後期。この頃になると継承埴輪という生き物などをかたどった埴輪が多く用いられます。造形の変化には葬送儀礼の様子を後の世に残そうとしたのではないかと考えられています。この頃の大君の葬送儀礼では、亡くなった大君の宮にもがりの宮、貧宮という遺体を仮安置するスペースを設けて、埋葬するまでの間、死者の魂を慰める儀礼が行われました。これを貧宮儀礼と言います。その儀礼では忍び事の奏上が重要でした。忍び事とは死者を悼み、生前の功績、功徳をたたえてその死を悲しむ言葉でございます。そして最後には和風死後が贈られました。死後というのは尊い人の死後に贈られる名前のことです。安漢天皇に献じられた広国押竹金日のすめらみことが最初という説があります。また慶太天皇の御代に興味深い話がございます。日立の国の不土記よりマタチというものがとある谷を開墾して水田を作る際に、ヤトガミが作業の邪魔をしました。この神は角のある蛇の形をしていて、見る人あらば家紋破滅し子孫継がずと言われるたたり神で非常に恐れられておりました。マタチはこの神と戦い山まで追い込み、そして山のふもとに堀を作って杭を立てて、ここから上は神の領域、ここから下は人の田とする。今後は私が後の世まで祀るので、どうかたたらないでくださいと申し上げました。この神話も農耕社会となって指導者が現れ、でその指導者を中心に村の祭祀が行われるようになったということとつながっております。この古墳時代の後期に大和政権は氏姓制度と呼ばれる支配の仕組みを作り上げました。皇族たちは血縁などの関係をもとに構成された氏と呼ばれる組織に編成されて、氏単位に大和政権の職務を分担しました。そしてまた各氏族は氏神の祭祀を行っていました。氏神とは氏族が祀った祖先の神や守護神のことです。また大君から彼らに地位を表す称号としてカバネが与えられました。氏とカバネの違いは、氏はグループにつけられる名称で、カバネはその集団の役職や地位に与えられた称号です。政治はオミ、村地のカバネを与えられた豪族から大オミ、大村地が任じられて、で中枢を担っていました。権力の拡大には地方豪族の抵抗もあって乱も起こりましたが、軍はこれを制圧服従させて、朝廷の直轄領及び農業経営地である宮家が設けられました。6世紀には地方豪族は国の宮津子、あがた主に任じられて、地方の特産品の更新や宮家の管理などの地方行政に当たらせました。ここまでが時期別の大まかな流れです。ここで振り返り要点クイズ。マタチが水田を作る際に邪魔してきた神様の名前は？正解はヤトの神、ヤツの神、ヤト神です。続いての問題です。この話が収められている不土記は何不土記でしょうか？正解は常陸の国不土記です。
神社の起源をいつ頃まで遡るのかと考えたときに、この時代の祭祀遺跡が非常に重要となります。祭祀遺跡は東北から九州まで広い範囲で発見されています。古代において神々を祀るための場所として、岩や樹木などで作られた祭祀設備のことを岩坂と言います。神々は目に見えない存在であって、特定の場所にとどまるものではないと考えられていました。なので自然の特定の場所に祭場が設けられて、でそこで神々を迎えて儀式が行われたとされています。これらの祭場には神が宿るとされる岩や樹木などがあって、岩や石なら岩倉、樹木だったらひもろぎと言います。この祭祀遺跡、代表的なのが福岡県の宗像大社と奈良県の大神神社の祭祀遺跡です。宗像大社は天照大神とスサノオノミコトとの制約で誕生した三女神を祀る神社です。三女神は沖津宮、中津宮、辺津宮の3カ所に分かれて祀られていて、そのうちの沖津宮は古島である沖ノ島に鎮座しています。14個の大きな岩がそびえていて、この巨岩を先ほど説明した岩倉として祭祀遺跡が広がっています。祭祀は4世紀後半から岩の上で始められました。で、祭祀に備えられた品は銅鏡や勾玉などの玉類、鉄剣などの武具です。この品々は古墳時代前期から4世紀後半の大和周辺の古墳の副葬品と共通していて、おそらく大和政権によって沖ノ島の祭祀が始まったということを表しています。備えられた品から大和政権と朝鮮半島との外交があったということも推し量れます。この海は朝鮮半島、中国大陸と九州本州の間の交通の要でした。宗像大社の3つの宮を結んだ先に朝鮮半島があります。5世紀後半になると祭場の場所は岩陰に移っています。ここで備えられた品には朝鮮半島からもたらされたであろう金銅製の馬具や新羅でも出土していた指輪によく似た金の指輪などのほか、シルクロードを経由したであろうペルシャ製のカットグラスなど重要な外交で得た貴重品などがありました。この頃には立派な武具などで守られる神様のイメージというのが形成されていたのではないかと思われます。遣唐使が廃止された9世紀頃を境に、ここでの祭祀の跡は見られなくなります。しかし今でも信仰は受け継がれておりまして、現代でも上陸にあたっては水木が必要で女人禁制でございます。大神神社。大神神社に祀られているのは大物主の神です。神の静まる場所、特に森や山を神ナビと言いまして、縁起式では三輪山を大神の神ナビと表しています。その三輪山のふもとにはたくさんの祭祀遺跡があります。岩倉であろう巨岩の周辺から多くの遺物が見つかっています。祭祀がいつ始まったのか、それを示す直接的な資料はまだ見つかってはいません。しかし三輪山の山の神遺跡からは、沖ノ島祭祀遺跡で発見された銅鏡と類似している小型の鏡が見つかっています。このことから4世紀には始まっていたという可能性が高いです。5世紀になると末木と小持勾玉が確認できます。末木は神仙やおみきを備えるために使われていたと考えられています。沖ノ島祭祀と三輪山の祭祀遺跡に共通しているのは、4世紀後半から5世紀には祭祀の跡が確認できるということです。つまり神社の祭祀は現時点で確認できる範囲では古墳時代の4世紀から5世紀までは確実に遡れるということです。ここで振り返りクイズ。古代で神様を祀るために岩などを用いて設営された祭場をなんて言うでしょうか？正解は岩坂です。続いての問題です。宗像大社沖津宮の祭祀遺跡で祭祀が行われていたのはどこの上でしたか？正解は巨岩の上です。続いての問題です。岩坂には神が宿るより代があって、それが岩や石だった場合、それは何て言うでしょうか？正解は岩倉です。樹木や枝の場合はひもろぎと言います。ちなみに国学院大学の博物館に
岩山の山の神遺跡の岩倉の模型が飾られています。以上、縄文時代、弥生時代、古墳時代までの神道史でございます。もしこの動画を参考に神社検定を受ける人は、きちんと公式テキストを読むなり、過去問なりを書いてくださいね。今回の動画を文章でまとめたものは、ファンボックスや面言に公開予定でございます。文字で確認したいという人はそちらをご覧ください。というところで、今回のお話はこの辺で。また見てくださいね。バイバーイ。